出張対戦ドラテクマイカーチャレンジ。走り慣れたサーキットで乗り慣れた自分の車を操り、出張してくるプロドライバーと対決できる夢企画。それが新出張対戦型ドラテクマイカーチャレンジ。リニューアルされたマイチャレは毎回対決のテーマを設定。コースで繰り広げられる対決のドキュメントに加えドラテク分析を実施。どんな車でも乗りこなすドリドリはもちろん、テーマに沿ったドライバーをご用意させていただきます。今回は愛知県の温泉地にあるサーキットスパ西浦モーターパークでの対決が実現。テーマはタイヤの使い方です。さあやってまいりました、ホットバージョンマイチャレね。久しぶり。お久しぶりです。ね相変わらず天然でいや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 。楽しそうな。はい。何ですか。楽しそうだな河合は。山が珍しいね、初だね。はい、初登場です。初登場だね。はい、編集部に呼ばれてやってきました。よろしくよ。初登場は山野哲也選手。ジムカーナーはもちろん、レースでもチャンピオン請負人として活躍中の理論派だ。まあ山野が来たということはタイヤですね。タイヤだな。はい。俺と山野はほらタイヤテストやってるから、あ、そうなんです。割と頭いいわけよ。そこ主張していいんですか。ちょっとね。ということで、リニューアルいたしましたこのマイチャレ、山野とともにですね、今回のテーマはタイヤです。はい、今回はタイヤです。マイチャレギャルは河合ひろみちゃん。リニューアルされた今回は本物のレースクイーンの衣装での登場。キレナミビッグレックそして以前マイチャレ企画に参加してくれた宮地さんが主催する壮行会に出張させていただきました。参加者に苦手なコーナーについてアンケート調査した結果、1コーナー3コーナー第3ヘアピンにマークが集中。海沿いのロケーションの良さは人気のポイント。さあそれでは、スパ西浦のコース紹介を行ってみたいと思います。コース紹介と追っかけは山野選手がプロデュースするインプレッサー。自慢の足回りに今回は S タイヤを装着。まずはドリドリとひろみちゃん。はい。あ、ここインナー使えるね、この S 字の。なかなかいいね。よくないですもん。なんでよ。楽しいだろ。これヘアピン。山野選手はもう無理。今回は完熟歩行の重要さを知るお二人にコースを歩いていただきました。ただいま、3コーナーに来ております。本日の読者はですね、この辺がまあ難しいということなんですけどもね、まあこの3コーナーに来てますけれども、こう現場を見るっていうことがまず重要。F1 ドライバーはね、常に一周歩いてみますからね。まあこういうところが走ってるのと歩いてこう高さを確認するのとじゃ大違いだね。この縁石をうまくイン側のタイヤを引っ掛けられるドライバーで車が暴れなければ、これ結構タイムここでコンマ2秒ぐらいかかる。コンマ2ぐらいですね。ね。参考までにこのインプレッサでのラップタイムは1分フラット。続いては、最終の手前ですね、この辺がちょっと難しいぞという感じなんですけれどもね、基本的にここに来てみると縁石というものはない。フロントのタイヤのイン側、土です。ということは、最終コーナーに向かって、この最終コーナーの手前のヘアピンで右フロントタイヤをちょっとこうイン側に落とすと、砂の混じったフロントタイヤのまま次の左コーナー最終コーナーに入るということでフロントが逃げます。この辺注意しないと、どうしてもやっぱりこうクリップ取ってイン取ってっていうと、どんどんイン側に入りたくなるんですけれども、そうすると最終コーナーでフロントが逃げて、脱出で全開でいけなくなる。第3ヘアピンでしっかり落とすだけ落として、もう最終コーナーはコーナーじゃなくて直線だっていう感じでいくと早いと思います、ね。そうだね。ここをコーナーにするとアクセルワークをしなきゃいけなくなるからね。コースは JAF 公認ウェット路面を作り出すこともできる。
まあ日本だけに限らず世界的にこのシビックタイプ R とか S2000 の走りは多いね。そうなんですか？うん。なんだあれ、山野哲也、打倒山野哲也って書いた T シャツ、なんかさも書いたような。山野さんってさっきの山野さんですか？あれしかいねえだろ。いねえだろ他に。他にいないですか？ちょっとお前聞いてみろこれ。打倒山野哲也って何ですかって。本当にこれこれすいません。これ打倒山野哲也って書いたんですけど何ですかこれ？チャレンジャー1人目はボクシングが趣味の川島克彦。なんか山野さんが今日見えるということで、まあ彼も XCG 乗っとるということで、ちょっと僕の車とでどっちが速いかやってみたいな。打倒山野はチャレンジャーの川島が通うショップのスローガンなのだ。ジムカーナにおいては最終戦とその前の鈴鹿ラウンドで山野選手を倒すことができましたので、そうですね、サーキットでは川島さんに破ってもらいたいと思います。勝てれそうですか？まあ大したことはない。山野さんくるくる回ってるだけでしょ。山野なめられたもんだな。山野 VS 川島 in スパ西浦モーターパーク。マシンはカーショップ平安が作成したオーリンズベースのオリジナルの足回りと S タイヤで煮詰められたロータスエリーゼ。これから山野さん対決となりますけれども、なんとか勝ちたいと思いますのでよろしくお願いします。今回は計測5周でのアタック。コースイン前に少しだけ走行している川島エリーゼだが S タイヤでの走行はアタック前のタイヤの熱入れが肝。これはついていけねえぞ。アウトラップでこれだからついていけねえぞこれ。コーナーではインプレッサがついていけない様子。あっと川島のマシンが最終コーナーで乱れる。速いよこれストレート。速いっすね。置いてかれるよ。コーナーでもストレートでも速い川島エリーゼ。でも結構ピーキーな感じ。ラインが大きいかなって感じですね。うん、割と大きめだよな。現時点でベストは59秒3。見えなくなってしまいました。これは話になんねえだろ。戻ってきていいですよって言ってました今。あ、そう。追っかけマシーンを振り切って川島が4周目に入る。タイヤにも熱が入ったって感じ。乱れていた最終コーナーも落ち着かせてきた。タイムは58秒639。どうでしたか？満足いくアタックになりました？失敗です。失敗ですか？見ました。ラインが少し大きいんだよね。でもっとコンパクトに走った方が多分タイムは出るんじゃないかなと、まあ後ろから見てて思ったかな。開発ドライバーが負けたらシャレにならないでしょオッケー。ブリヂストンの S タイヤ開発ドライバー山野がコースイン。温めてるな。山野は川島よりも大きなアクションでタイヤの熱入れとマシン特性の理解に集中。うまいなやっぱり。うまくトラクションかけてく。一発の勝負が得意なジムカーナチャンプ山野がアタック。鋭いツッコミにマシンが暴れる。忙しそうなステアリング操作をしているが外から見える挙動は至って綺麗。ステアリングさばきも速い。山野はうまいな。川島が乱れる最終コーナーはほぼニュートラルにクリア。なんと1周目で川島のタイムを超えてきた。58秒もうダメだ。もうダメだ。58秒5だ。1周目からダメだ。日本勝負のジムカーナーで鍛えてきた山野。この2周目はどうか。最終コーナーもさらにアクセルオンが速い。
果たしてタイムは？ 7秒6。川島およそ1秒差での完全敗北。アタック3周目の最終コーナーはさすがにアンダーステア気味か。さすがですわ。1秒やられましたわ。山野もね 55S の開発ドライバーなんで04パーだろうがなんだろうがやっぱりタイヤの使い方はうまいですよ。後ろから見てて分かったと思うんだけど、車をこう左右に振ってみてちょっとね大きめに振るのね。でそうすると今日のこの車の走り始めの状態がアンダー気味かバー気味かっていうのが、まず一つ最初に分かるというメリットがある。カウンターステアは確かにさっき後ろから見ててこう当て遅れな感じでどんどんカウンター当てる方向に行ってるので、それはねタイムロスの方向なんですよ。でカウンターを当てるならもうなるべく早い時期に多くもうバッと当てちゃうので、それ今度戻しながらだとすぐねトラクションがかかって前に行くんで、逆なんですね。そう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 、はい、それでは2人の走りをデータロガーで比較。コーナーへのアプローチラインが川島よりイン側の山野、速度も速く脱出ラインは山野の方がアウト側へ。ブレーキング開始ポイントも山野の方が奥だ。ブレーキ動力も山野の方が瞬間的に減速 G を立ち上げタイヤのグリップの美味しいところを使えている。続いてはライン取りを分析。コーナーへのアプローチラインとアプローチの速度データを比較すると2人のデータは正反対であることがわかる。3箇所ある単純そうなヘアピンでつく差は意外に大きいのだ。スパ西浦で行われたイベントでご意見番が推薦するチャレンジャーがいた。 S2000 とかのクラスにですね、スープラの MA が出てたんですよ。上から見てる限りなんかすごく綺麗に走らせてた。俺はやんないよ。俺はやんないけど土屋さんとかもしそういうなんだっけマイカーチャレンジが、あったらどうかなと思いまして、土屋さんとやりたいですね。チャレンジャースープラ使いの三森浩二、その挑戦者の素顔とは。三森ですが、うちで週5日、レッスンをしている職業コーチです。とっても勝負どころがありまして、昔は試合など多く出ておりまして、現在はつくしのテンスカレッジで社員コーチとして頑張って働いています。三森浩二 VS 土屋圭一 in スパ西浦モーターパーク。三森が操るマシンは NA エンジンのスープラ。パワー不足を補うべくリアタイヤがフロントより細い。三森は前日練習走行をしていた。今日のベストが0秒9。土屋さんと対決するにあたっていかがですか？もう昨日もかなり練習したので、今日はもう土屋さんに勝って伝説を作りたいと思います。伝説を作るということでバッチリですね。はい、伝説となるか。三森がアタック。前日に5周アタックでのタイヤの使い方を確認している三森。果たして彼は1分00秒って言ってましたね。似たようなもんだ。今日は何秒か分かんないですけど、最初から攻めると言っていた三森。テニスで鍛えた勝負強さを生かせるか。うわ何おおそれは違うだろ三森に一体何があったのか。くっそー、なんだよ。三森は違う形で伝説となった。悔しいな。もう最悪ですね、本当に今日のためにすごい楽しみにしてきて、本当に勝負ができると思ったんですけど、本当残念で仕方ない。まあブレーキがないとね勝負のしようがないんで直前まで問題がなかったというブレーキ。しかし原因は劣化したブレーキホースからのオイル漏れ。ステンメッシュのホースでも寿命があるのだ。さあマイチャレ終わりましたけれどもね、山野は1秒ね1周目で、締めで、これやっぱりね
美しいラインを描くね君はね。ありがとうございます。で対戦した彼はね、なんかこう無駄が多いかなと。そうですね。まずは距離を長く走っちゃってますよね、彼はね。山野よりも30メーターぐらい。そうですね。25メーターから30メーター長い距離を毎週走ってるみたいなんで、その無駄な距離を走るっていうのは、決して燃費にとっても良くないし、タイヤにとっても良くないし、何にとってもいいことはないんですよね。だからやっぱりコンパクトに走りつつ、タイヤの美味しい場所を見つけて走るというか、タイヤが悲鳴を上げないで。すすり泣きぐらいの状況で走ると難しいね。基本的にそのタイヤの面圧を上げてる時間が短いかなと。でタイヤに頼りすぎかなっていうね。そうですね。そういう感じを受けたよね。まさしくそうですね。ということで、マイチャレ終わりましたけれども、ちょっと私不完全燃焼なんでね、RX8 のノーマルがあるんで、それでねちょっとタイムアタックしてみようかな。土屋さん。負けた。何やってるの君は。いやもう来ちゃいましたちょっと。同好会に。どこでも来ますよ私。土屋さん教えてくださいお願いします。しょうがないな。負けた君どこでも来るね。タイヤが分かれば走りも変わる。タイヤの美味しい使い方。マシンは FR、タイヤは 01R だ。ドリドリよろしくお願いします。タイヤをどう使うかっていうね、非常に難しいことなんですけれども、課題としては、僕のこの車載を見ていただくと分かる通り、ブレーキングでドンとこうタイヤを潰すんですね。潰してなるべくその風船が元に戻らないように手で押し付けてる、これはブレーキペダルにこう触ってる状態なんですけれども、その状態を作り上げる、これがフリッピングポイントに向かうまでのドライバーがしなければいけないその荷重移動の動作ですね。ブレーキで常に面圧を与えるチョンブレっていうのも非常に重要になってくるわけです。ブレーキングノーズダイブする、面圧が上がる、接地面積が増える、これは縦方向なんですけれどもね、縦方向から横方向に持っていくと風船を潰して手を戻していくと風船が戻ると同じ状況が起きるわけですね。だからその状況で常にこう風船を潰して面圧を上げる、面圧を上げると接地面積が増える、それをいつどこで使うかっていうのが重要なんです。グリップする仕組みを理解すればマシン操作がきっと変わる。